様、こんにちは。大阪・関西万博徳島県祭事紡がれつながる徳島の文化、阿波の国徳島紡ぐカフェへようこそ皆様お越しいただきました。これよりステージプログラム始めてまいります。このお時間は阿波人形浄瑠璃の実演ステージをご覧いただきます。どうぞ皆様ステージ前お席もご用意しておりますので、ぜひお近くでご覧ください。さて、浄瑠璃というのはリズムやメロディーよりも情感を込めて物語を語ることに重きを置く日本の語り音楽を指す言葉です。西暦1600年頃に浄瑠璃に人形芝居が結びついて生まれたのが人形浄瑠璃で、能、歌舞伎と並び日本の三大古典芸能の一つに数えられています。太夫は物語の登場人物全員のセリフや情景を緩急、強弱、高低、間合いを駆使しながら劇的に語り、太棹の三味線はさまざまな音色で登場人物の心情や情景、温度感まで表現します。そして人形は世界でも類を見ない三人使いで操られます。三人で操るからこそ目を閉じたり口を開いたり表現を変えることができ、指先まで動かすことができる非常に繊細で丁寧な表現を得意とします。太夫の語りと三味線の音色、人形の動きの三業が一体となって物語の登場人物の少年を表現する芸能が人形浄瑠璃です。全国で最も盛んに人形浄瑠璃が行われている徳島県では阿波人形浄瑠璃と呼ばれています。さあ、それでは徳島県立阿波十郎兵衛屋敷館長佐藤健二様にご登壇いただきます。佐藤館長、よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。徳島というところは人形浄瑠璃が非常に盛んなもんですから、県立の人形浄瑠璃専門館があるんですね。もう全国でも他にないんですけれども、そこで毎日人形浄瑠璃やってるんですが、今日はこの万博会場に来てやらせていただきます。今でも全国で一番たくさんの人形座っていうんですけれども、人形を操るグループが大体20ぐらいございまして、それから学校でもね、小学校から大学まで、民芸部っていう部活動でも盛んに取り組んでおります。それから今日は後ろに人形師さんが来て実演してくれてますけれども、昔からたくさん人形座があったもんですから、人形を作ることが仕事として、江戸時代からずっと成り立ってきたんですね。今でも30人近くの人が人形を作っておりまして、大阪の文楽劇場をはじめ全国各地から、人形の修理や新しい注文をいただいております。それからもう一つね、そちらに襖に描いた絵が並んでますけれども、あれは県内の神社の境内にたくさんの野外劇場がございまして、農村舞台って呼んでるんですけれども、春祭り秋祭りに鎮守の神様に人形芝居を奉納するための劇場なんですね。そこで使われている、襖からくりというものなんですけれども、人形芝居の背景に使うだけじゃなくて、そちらの映像のようにお芝居の合間には次々とその襖を取り替えて絵柄を楽しむというのも一つの演目なんですね。襖なんで、左右に引くのはもちろんなんですけれども、その襖を全部一度に回転させて裏の絵を見せたり、それを滑車で全部上へ吊り上げたりと、転換の仕方もいろんな転換の仕方があるんですね。このように人形浄瑠璃の団体も、それから人形を作る人も、そして神社の境内の野外劇場も全国で一番たくさん残っているのが徳島なんですね。その徳島の阿波人形浄瑠璃をこれからお楽しみいただきたいと思いますが、今日は寿二人三馬荘という大変おめでたい演目をご覧いただきたいと思います。三馬荘というのは農業の神様なんですね。
そして2人のサンバ奏が登場しまして、もうヘトヘトになるまで舞踊って、皆様方のご健康であったり、五穀豊穣、天下太平を願って、舞踊ると、そんな演目でございます。たっぷりとサンバ奏の服をお持ち帰りいただけたらと思いますが、この日本の伝統芸能は拍子木っていう、楽器を使って、始まりと終わりの合図に使うんですけれども、今日は、私拍子木も歌していただいて、寿二輪サンバ奏をご覧いただきたいと思います。それでは始めたいと思います。東西このところ寿二輪サンバ奏、人形青年座ポラリス座にて相務め申す。東
ございました。いかがだったでしょうか。寿二人三馬荘をご覧いただきました。こういった芸事が発展するためには経済力って大変重要な要素だったと思うんですね。徳島はかつては大変な経済力を誇ったんですね。こちらに展示してありますけれども、藍染めの染料を作ってもう江戸時代から明治半ばまで、もう全国に出荷して大変な経済力があったのが徳島なんですね。その経済力や藍の取引を通じたもう全国各地との交流があって、芸事も発展した芸どころが徳島でございます。この会場もね、このブルーのカーペットは吉野川なんですね。この吉野川の日本の三大暴れ川と言われる川だったんですけれども、毎年洪水とともに肥沃な土を運んできてもう自然に流域の畑に入れてくれたんですね。その畑で全国どこにも負けない藍を作れたということでございます。吉野川があって藍染めがあって人形浄瑠璃があると、江戸時代からずっと続いてるんだなというふうに思います。それではここでですね、ご覧いただいたように3人で1つの人形を操るんですけれども、いろんな工夫がしてあります。どうやって操っているのか、先ほどの人形座の方にも出てきていただいて少しご説明させていただけたらと思います。それではしほちゃん、よろしくお願いいたします。先ほどは三馬荘という神様の人形だったんですね。今度は人間の子供の人形、女の子がしほちゃんで、もう一人男の子が、次郎くんが来ております。はい、じゃあ2人とも会場の皆さんにちょっとご挨拶をしてください。今日はどうもようこそいらっしゃいました。はい、ありがとうございます。こんな風に3人が息を合わせて使わないとバラバラになっちゃうんですね。いろんな工夫ありますけれども、まず、人形の背中にはですね、着物に切り込みがあって穴が開けてあるんですね。ちょっと見えにくいかもしれませんけれども、この穴からおもづかいって呼ばれる人が左手を差し入れて人形の首の下に、神串という棒がついてるんですね。そこを持って、人形を支えております。はい、そして、その神串にはね、いくつかレバーがついておりまして、役柄によって顔の表情を変えることができるんですね。まずしほちゃんは何ができるのかな。しほちゃんは目を閉じることができます。だいたい女の子はね、目を閉じるっていうのが多いんですね。じゃあ次郎くんはどんな顔になりますか？ちょっとわんぱくな感じで凛々しい顔になりますね。何を表現したいかによってね、この顔の動きも決まってくるんですけれども、こちらにはね、いろいろ面白いからくりの人形もありますので、また後で見てくださいね。で、ちょっとそれましたけど、おもづかいさん、中心になって演技する人が左手で頭を持って、そして右手も担当するんですね。手や足はもう肩から紐でつってあるだけなんですけれども、着物の袖の後ろから手を入れて、手を操ります。ちょっとまたそれますけどね、手もいろんな種類があるんですね。女の子の手、特によくできてると思うんですけれども、もみじ手って言ってね、すごく可愛らしい表現ができます。4つの指がくっついてて、グーとパーしかできないんですけどね、上手な人が動かしながら握ったり開いたりするだけですごく可愛らしい表現ができます女の人がね、指開いて物を掴むとあんまり可愛らしくないけど、指揃えてるだけで上品に見えるんですね。それをちょっと強調して作った手、そして、次郎君の手は火星手っていうんですけどね、手首がこう動きます。はい、
ありがとうございます。他にもね、全部の指が動くような手があったり、三味線弾く手があったり、お琴弾く手があったり、手って大事なんですね。はい、そしておもづかいさんの次は左手を使う左使いさん。左手には差し金っていうんですけど、少し長い棒がついております。左使いさんは右手でこの棒を持っていつも人形よりも少し下がって後ろから操るんですね。はい、ちょっとじゃあしほちゃん、じろうくん、こっちへ向いてください。人形がこうやって横を向いた時にですね、左使いさん、この人形の横に立ってたのではお客様から人形が見えにくいので、この差し金っていう棒を持っていつも後ろから操ります。日本語でね、これは誰の差し金だっていうような表現があると思うんですけれども、この道具の名前から来てるんですね。はい、じゃあ前を向いてください。そして3人目が両手で両足を使う足使いさんなんですけれども、人形にとっての地面は2尺8寸84センチなんですね。あんまり低いともう足使いさん腰が痛くてできないんで、だいたいこのぐらいの高さが昔の日本人にもちょうど良かったんじゃないかなと思うんですね。何にもないんですけれども、地面があるように見せないといけないんですね。じゃあまず歩いてみてもらいましょうかね。はい、ちょっと地面があるように感じてもらえるといいんですけれども、女の子と男の子でもね、歩き方も違うんですね。足使いさんもちゃんとしっかり演技をしないといけないんですね。はい、ありがとうございます。じゃあ今度は座ってみましょう。座るときは人形が下がってくるんですね。で、足使いさんがしっかりと膝を作って座らせてやることが大事なポイントです。はい、この3人がね、息を合わせて使わないとバラバラになっちゃうんですね。いろいろ難しいポイントあるんですけれども、一つは右手と左手を別の人が操ってます。ですからもう体の前で手を合わせるって言ってもなかなかセンターでぴったり合うって難しいんですね。人間にとったら何でもないことなんですけれども、3人で操るこの人形たちにとったらこんな簡単なことも難しかったりします。はい、最悪ずれたりそこまではないですけどね。はい、それからですね、生きてるように見せる一番大事なポイントは、やっぱり人間も一緒ですけどね、目線って大事なんですね。どこを見てるか。はい、そして、見てる先へ手を持っていってあげると、さらに生きてるような感じがするんじゃないかなと思うんですね。目線が合ってなくてね、こうよそ向いて「おーい」って言うと難しいし、ちゃんとやっぱり人の目を見て、その見てる先へ手を持っていってやると。これでも右手はね、自分で顔も操ってますのでまだそんなに難しくないんですけれども、左手の人にもやっぱりその見た先へ手を持っていってもらわないといけない。お芝居の流れの中で、左使いさんって結構難しいと思うんですね。こんな風にして3人が息を合わせて、操る。世界で、3人で1つ操る人形は他にないと言われてるんですね。3人で操るからこそ、表情も変わるし、指先まで動かすことができる、大変繊細で丁寧な日本人らしい芸能じゃないかなと、そんな風に思います。どうもありがとうございました。じゃあみんなにお別れを言って、お届けください。はい、どうもありがとうございました。そしたら徳島市内にあるんですけれども、徳島県立阿波十郎部屋敷では毎日2回人形浄瑠の公演やっております。私そこで館長をしておりますので、ぜひお越しいただいて、万博で見たよって声をかけてください。今日はどうもありがとうございました。